Meshtabi Season 5今回のMeshtabiは Maji de Mata Tabatai Ankake Yakisoba No.28 です。それでは早速 Let's get it started. 1. Manami Ichi Jo Nishi 16 Sen Nichi Mae 札幌医大の近くにある昔ながらの中華料理店、創業50年以上になるそうです。こちらは札幌ラーチャン食堂広東麺でもご紹介したお店ですね。はい、あれは何日前止める全力でおやめやめて、歌はもう苦情が来るわよ。これでも昔ミュージシャン目指してたんだぜ。よく目指してたよね。広東麺のリリースはいつだったでしょうか。1000日は経ってないと思うんだけれども、12月なのでまだ60日も経っておりません。ヘビーローテーションですが美味しいんです。1000日前すんごい何食ってもうまい系中華屋さんだけど、意外にもチャーメンを頼むパイセンが少ないのよね。こんなに美味しいのに。ねえ、不思議だよね。なんたってうずらが2個も入ってんだぜ。ね、初めてダブルうずらはたまたまかな。2個だから。ここはフリー麺セットなるとてもコンビニエンスなセットがあるね。使い勝手の良い中華屋さんなんです。メシタビーズ超お気に入りのこちらのお店は結構年齢層高めよね。やっぱり味が優しい控えめだからかな。かと思われますよ。しょっぺーのが大好きな若者は、ちょっとこのチャーハン塩入れ忘れてません？レベルのナチュラルテイスト。いや、それは大げさ。でも優しいお味が嬉しいんですわね。北京で食べたチャーハン衝撃的でしたからね。マジこれ塩入れ忘れてませんって感じ。中国語でそんなこと言えるわけないけどね。大井ちゃんがそう思ったんだからよっぽどさ。そんなに？たまたまかなと思ったんで違う店でも食べてみたんだけど、2個だから？そう、やっぱりほぼ塩味なしなんだよね、北京。だから多分そういうことなんだと思います。本場の中華料理ってそんな感じ？わかんないけどね。そういう味バランスに感じましたとさ。なるほどね。シャンレンタンメンなるのが一番人気らしいんでね。早く桑名正宏なんだけど、水曜限定の鶏肉の甘辛煮ってのも常連さんが絶賛してた。そうなんだよ。食べてみたいんだけどね、なかなかいけないんだよ。食べたいな。ね、食べたいね。 2. Kuriyama Lausanne 栗山の知る人ぞ知るロザンさん。日ハムチーフベースボールオフィサーの栗山元監督も訪れることでもう有名な中華料理店。何やらどでかい皿のあんかけ焼きそばが有名とのことで見参。ロサンゼルスドジャースとは無関係です。無関係あるわけないでしょう。こちらはもともと夕張にあって移転してきたお店なのよね。そうなんです。それで夕張版あんかけ焼きそばが看板メニューになってるわけ。視聴者さんからもあんかけ焼きそばが美味しいってタレコミいただいたんでね、やってまいりました。情報提供いただいた視聴者さんありがとうございました。ありがとうございました。ってことで夕張版あんかけ焼きそばをいただきます。うわ、すごいですね。マジでかい。全く食べきれる気がしない量だ。サイズ的には14インチホイールサイズ？あるかも。13インチはあるかもね。なんで縮ますんだよ。あれこれかなり甘いけどみたらしみたいな醤油あんね。冗談抜きでマジほんとみたらしみたいだね。みたらしみたいだし、でもうまい。これ癖になりそう。後半飽きそうだけどね。私にはちょっと追記な甘さね。確かに美味しいけどスイーツみたいな甘さ。酢を大量投入してなんとか食べたけどシェアして 2,3 口でいいかなって感じ。確かに。だからまあちょうどいいんじゃない？一人がこれでもう一人が広東麺とかさ頼んで。そっか、広東麺塩なら超優しい味だもんね。この分だと醤油広東麺もうまいんじゃないかなという予想。予想は予想、実食あるのみよ。そうだね。南幌温泉の改装終わったからさ、サウナへいただきにこにゃーだね。3. Tobetsu Chuka Jigen
近所のおじちゃんおばちゃんたちからギャルまで幅広いお客さんで賑わっております。当別の人気中華屋さん、こちらも飯旅では何度かご紹介しておりますが、今回はあんかけ焼きそばが美味しいという視聴者さんからのタレコミでやってまいりました。いつ来ても混んでんね。ここは大学生やら近所の父さん母さんはいないね。ああ、そういえば男率バリ高、たまたまかな。当別のメインダイニングって感じ。店で関東麺とあんかけ焼きそばをいただきにやってまいりました。はーい、うずら乗ってるねえ、どうしてそんなにうずらが乗ってるだけでテンション上がんの？それが謎なんだよね。そんなにうずらの卵が好きなわけではないんだけど、なんか嬉しいじゃん。うずらの串揚げは大好物だけどね。また揚げ物。でも確かに美味しいね。でしょ。非常に上品なあんかけ焼きそばが嬉しゅうございます。どうしてもこういう優しい味付けのお店って少数派ああ、確かに特に北海道なのよね。まあこういう美味しいお店がちゃんとあるから嬉しいわ。あんかけ焼きそばって美味しいね。美味しいね。細麺パリッとおこげがいい塩梅だ。あんの硬さもちょうどいい。当別のほっこりする町中華次元酒家をご紹介いたしました。そうしか。4. Kita-ichi Jo Nishi 10 Chocobo Mandling。 植物園の近くの閑静なオフィスビル1階にありますこちらマンダリンダさん。ブルーハーツが好きだったグリーンが実食見分でございます。ああ、ブルーハーツ懐かしいね。意外ですな。グリーンがブルーハーツ好きとは。そう？あの頃はみんな好きだったでしょう、ブルーハーツ。そうなの？そう。こちらはあんかけ焼きそばが美味しいという噂ですんでね。はい、私初見はあんかけ焼きそばと決めております。はーい、あんかけ焼きそばです。なかなかのボリューム。女性客にファミリーなんかも多いので噂通り期待できるかなとしばし待ちますと。あ、うずらなしチーン。そうなの。なんだろうね、うずらがないとほんと悲しいね。でしょう。うん、眉うずら持ち歩く必要あるかもだね。そうだね。だけど食べてみるとなんとも美味しいじゃないですか。しょっぺすぎずほんのり甘みのあるあんも硬さもちょうどいいのだ。おお、あれだよね。ドロドロでダマになってるやつはテーブルひっくり返したくなるからね。でしょ。麺は正直タイプではなかったんだけど。ああ、リアル中華的なビューン伸びちゃうやつかな。そうなの、細いやつ。まああれはあれで油多めでかっちり焼いといてくれりゃ問題ないんだけどね。うん、カッチカチに焼いといてくれればね。でもこんなホテルクオリティ中華あんかけ焼きそばがアンダー1000円はありがたい。そうだね。まさかのラーメン1000円時代ですからね、今。そうですね。なんと壁には爆弾タンメンという気になるメニューもありましたが。おお、爆弾タンメン、なんと挑発的な誘惑。こういうの好きでしょ、飯旅ーズ。大好き。5. ー Otaru Yunohana Temiyadeng。 こちら湯の花さん。小樽の整いどころはこちらでしょうかね。はい、視聴者さんからもタレコミいただきましたんでね、こちらも。そうそう、あんかけ焼きそばが美味しいよってね。なんだ。周りのお客さんもあんかけ焼きそば食べてる方が多かったね。人気ナンバーワンって書いてあったし、あんかけ焼きそば小樽のソウルフードだし、結構出汁の効いたあんがあったし好きだわ。だしうるせえな。そういえば大好きな小樽フードの焼きそばの店があってね、小樽来るたんびに寄ってたんですけれども、この間久々に行ったら味がすんげえ変わっててびっくりでしたね。そうそう、同じ店でそんなに変わるってなぐらいの変わりようでね。ああ、レシピが変わったのか料理人が変わっちゃったのかはわからないけども、たまたまなのかもよ。おお、2個だけに。違う。お風呂はサウナ90度ぐらいだけどしっかり汗かいてデトックスできちゃいますね。水風呂は16、7度ぐらいとぬるめだから夏場はなかなか整いづらいけど、水シャワーがキンキンなんで気持ちいいんすわ。これが水シャワーは気持ちいいね。最近のお気に入りでございます。でしょう。はい。水シャワーしてますか？ 6. Kokusui Kamimachi Sanpei。
前回視聴者さんのおすすめで知った超ディープな食堂ね。もうすっかりお気に入りの飯田ビーズ。はい、タレコミいただいた視聴者さんありがとうございました。コスパ最強昭和ディープ中華食堂、どの特集でも行けそうな非常に魅力的なお店。先週昭和食堂用に定食食べに来たんですけども、その時美味しかったんでね、こりゃカツカレーもうまいに違いねえと思い、我慢できずに早速参上。おー、昭和、いい匂い。ねえ、これがなんと750円だ。2個食っても1500円、スープカレー1杯分の値段だよ。比べ方が意味わかんないけどね、日本の昭和の食欲をそそのかすいい匂いが漂いますね。これってほんと魅力的ですよね。スキー場のロッジに入った途端にポワーンって匂うやつね。おいちゃんは SB 臭って呼んでるけど、はいはい、SB 赤缶っぽい匂いね。そうそう、いいっしょ。わかる。低い地鳴りのような声が出ましたね。あれですよ、これは琴仁の新龍さんと非常に似たテイストのカレーです。あら、めっちゃ好きなやつじゃん。そうなんだ。最近カレー当たり多くなってきたね。面白くなってきたぞ。イエーイ。カツカレーファンの皆さん、おめでとうございます。おめでとうございます。これはかなり美味しいやつです。琴仁の新龍が好きな方にはぜひ食べていただきたいカレーです。3作連続カツカレー、かなりいいやつ出たんじゃないですか。日本古系の普通じゃ普通のやつなんで、過度な期待は禁物ながら最近なかなか出会えない美味しいバランスのカレーだね。でしょう。札幌ではトップクラスに好きな味でございます。これなら女子でもたまに食っちゃいそうなやつだわ。しょっぺぐねえから。でしょうでしょう。またアットホームな人情味あふれる父さん母さんがいいっすね。実家に帰ってきたようなほっこり感醸しててね。ねえ、近所にあったら入り浸っちゃうご近所さんが羨ましいわ。だ。 7. Nishimachi Minami Peking Tae。西町の住宅街の裏路地にひっそりとある中華食堂。こちらはタイムスリップしたかと思う値段の目を疑うメニューのオンパレードでございます。ねえ、ここはむしろ値上げしてほしいお店。安すぎて申し訳なくなっちゃう感じだね。ほんとね、量も少なめっていうか適量なのが嬉しい。はい、量が少ないって書き込みしてる人が多いみたいだけども、これが適量だと思います。体に優しいをちゃんと考えてくれている食堂かと思います。優しい味の食堂が少ないから嬉しい。こういうお店があるのは。足りない人は大盛りにするなり2個頼むなりすればいいんだからさ。ねえ、こういうお店は貴重。おじいちゃんばあちゃんも姉さんも母さんも安心して食べられる量と味付け。そうそう、ラーメンばっか食って味覚バグってる父さん専用じゃない貴重なお店ね。言うね。しかし的確でしょ。おじゃん、広東麺貫通しちゃいましたもんね。駐車場がないのでちょっと寄りづらいかな、場所的に。駐車場ありって書いてあったよ。え、どこに？今度確認してみよう。ね。 8. Abetsu Chuka Low。江別食べまくりをしている時に偶然見つけた中華屋さん。最初はイオンのインテナントだったんで、ショッピングモールのお店ってあんま行かないミスタービーズ。そうなんです。だけど広東麺の時に偶然見つけたこちらのお店、早速札幌のお店も行ってみたんだけれどもねえ、なんか様子違ったので再び江別をご紹介。やっぱ美味しいですね。素晴らしいですね。ね、今月だいぶいろんなあんかけ焼きそば食べたけど、かなり理想に近いやつこれ。全然お腹空いてなかったんだけどペローいっちゃう系の美味しさ。これはすごい。基本中華って都度味付け調理するものばかりだから、作る人によって味がブレやすいものであるんでね、心配なんだ。なあ、そっか。ショッピングモールのお店だから営業時間長いしね。そうそう、遅番中番早番とか調理人が何人かいるだろうからね、人によって味がブレる可能性はあるのかな。だから札幌のお店は様子がおかしかったのかもね。なるほどね、そういうことか。わからんけど江別店には腕のいい料理人さんがいるってのは間違いないと思います。今度定食食べに行ったらわかるね。だから楽しみなやら怖いやらあれってなんなきゃいいね。いやー、うまかった。う
うずら乗ってなかったけどね。またそこかい、うずら親父。うずら大事。 Jakaino meshtabi wa. Maji de mata tabatai. Sapporo gyolesu gourmet koryaku hor des. Otonoshimini. See you soon. ちょっとこれ2ヶ月ぐらい前の広東麺とあんかけ焼きそば一緒に食べて回った時の映像がほとんどなんで、はい、ちょっとかぶりますかね。はい、ほぼかぶってますけどあしからず。はい、ってことでいつも温かいコメントありがとうございます。ありがとうございます。非常に嬉しゅうございます。はい、励みになります。楽しく読ませていただいております。なんかダントツでグルメ番組の中でお気に入りだみたいなことをね言ってくださる方がいらっしゃってね。はい、ちょっとふわふわしております。はい、あんまり褒められることないからね。そうですね。ただ反面、うん、結構注文をくださる方もいらっしゃってね。そうですね。まあ良かれと思っての部分も多々あると思いますがも。やれ外国なまりのナレーションが嫌だとか、ラーメンはスープから飲むなだとか、箸も使えないようなやつ画面に出すなとか、上着を着たまま食うなだとかね、どうもすいませんでした。皆さん言ってくるなんかこれ人んちの子供に公開しつけしてるような気分にはなりませんかね。なるよね。例えばね、レストランで隣の席にいるカップルが上着を着たまんま食事をしていますと、そこにつかつかって言って、上着は脱いで食べてほしいって言いますか？別に言わないんじゃないんですか？もしそれが言えないんであれば、言わないんであれば、ネットにはもっと書くべきではないと思う。なぜならそのお店だったら当事者にしか伝わらないことですが、書き込み欄に書くと全世界に発信されています。それはあなたの感覚を世界に押し付けてることになります。少なくとも我々に押し付けてるよね。いやいやあなたの息子じゃないしでネットに書きやすいんですよね。これみんなその初対面の知らない人に対して公開でしつけをするようなことっていうのは、通常の地球上の生活においてありえないことなんです。そうですね。はい、それをなぜしたがるのかなっていうのはね、ちょっとそれをね人にしつけるように軽い気持ちで言っちゃうあなた、ひょっとしたら人の欠点を指摘する悪い癖があるかもしれませんよ。それ子供たちにやっちゃ絶対ダメよっていうなんちゅうのメッセージ、ジャブいただいたんでストレートカウンターを打たせていただきます、子供たちをあなたの不自由な小さな枠に閉じ込めないでください、じゃないと大谷翔平は生まれませんからね。そうですね、自分で考える力、はい、プロ野球のね名選手だった解説者やコーチ陣監督ですらもメジャーで二刀流なんて無理だよ、メジャー舐めるんじゃねえよ、プロ野球舐めんじゃねえよみたいなことを言ってたわけですから、その先にあれがあるんだよ。そうですね、そういう雑音に耳を貸さなかった強い大谷翔平のメンタルがあったから、だからちっちゃなくだらないことでね人のやる気をそぐような真似はしないでいただきたい。これ子供たちの見本にならなきゃいけない大人ですからね、これ子供たち今ネットでの誹謗中傷で悩んでる子たくさんいるんですよ、それで自殺しちゃったりする子もいるんですよ実際にね、ネットだと言いやすいしみんなが見るわけで、でおいちゃんいじめられっ子だったからいじめられてる子の気持ちすごくわかるんですよね、みんな誰も助けてくんないんですよ。そうだね、もしおいちゃんがいじめてるのを見ていじめられてる本人でなければ絶対助けたけども、で誰も助けてくれないし先生にも言いつけないし、だから毎日地獄の日々です。それでなんちゅうんだろうな、優位に俺が優れてることに対するやっかみだと思うんだけど、ちょっとこのスポーツができたり女の子にモテたりっていうのはこれも生まれ持った坂だからしょうがないんだけどもね。どの顔で言ってんだこいつ、ぶん殴ってもいいですか目の前にいるんで。これはちょっと笑い取ろうと思って言ったんだけどなんかそういうくだらないことをするのは大人になって気づいたけど、これは戦争もなくならないしいじめもなくならないのは未熟なやつが政治やってるからだし、未熟な親が子供育ててるからなんです。一生懸命ね、だからしつけと思ってやってることが実は
しつけじゃなかったりとかね。子供のね、うんプラスにならずマイナスになっちゃうこともある。それで日本人は特に長所を伸ばすっていう教育がすごく苦手なんでね、どうしても短所を指摘しちゃうっていう、やっても意味のないことばっかりを繰り返しちゃってる。ダメよっていうお母さん多いもんね、お風呂場で。これはあれですよ、欠点のない人間なんていないからね。自分の欠点を思い浮かべてみてください。そしてそれに焦点を当てられてネットで指摘されたらどんな気持ちになりますか、世界に発信されたら、っていうことを考えていただきたい。自分が言われたりされたりして嫌なことは人にはしないっていうのグリーンの中ずっとある、でもう一度ちょっと顧みていただきたいですね。はい。もうね、人を欠点で測り出したらとんでもないですよ。例を挙げるとですね、天才バイオリストのパガニーニ、ギャンブル中毒、水原一平ばりのギャンブル中毒ですよ。モーツァルトのピアノ素晴らしいですよね。あれ性癖はスカトロです。チャイコフスキーは同性愛者なのに女性と結婚して自分が逃げ出しちゃいました。ベートーベンは不潔すぎて逮捕されたそうです。臭すぎて。坂本龍馬は13歳になってもおねしょをしていました。石川啄木はカンニングで退学になって、女遊び癖がひどくって借金まみれで挙句の果てに結婚式をすっぽかしました。リアルセックス&ザ・シティでございます。すごいね、そうなんだ。世間は欠点を指摘するのが大好きなんだよとはかのアインシュタインもよく嘆いてらっしゃいましたね。ベーっつって赤ベー。どんなことを成し遂げても人は失敗を取り沙汰するもんなんだよ、学生によく言っていたそうです。かのアインシュタインでさえも。で結構だらしなくてですね、ノーベル賞の賞金で離婚の慰謝料を支払ったそうです。なんてことでしょうノーベル賞がね、葛飾北斎、引っ越しの多さ天下一品93回。おじさんまだまだ。おでの27回なんてへでもないね。まだまだ足元にも謝らない、あんな綺麗な浮世絵を描くね、葛飾北斎、なぜそんなに引っ越したか。家が汚くなるたびに引っ越したそうです。それは合理的ですね。家を汚すっていうことで、葛飾北斎のもう物差しで測っちゃったらねすごいね。ただのろくでなしなんだよ、片付けれないとかってことでしょ、もう絵は全てをね、どうでもいいじゃねえかそんなの。家が汚いとか引っ越しまだ。宇多田ヒカルは結婚した時味噌汁作れなかったんだぜ。どうでもいいじゃねえか、あんな素晴らしい音楽を奏でるんだ。でもそれが本人はいけないって思って普通にちゃんと生活しなきゃって思ってちょっと結婚してみたでしょ。それもすごいよね。オートマチックですよ。すごい欠点は探さないの、見て見ぬふりするの、ね、グリーンだって熱しますから、あれでしょ、家族円満の秘訣でしょうちらはね、もうお互いの全てを知った上で愛し合ってるつもりです。ちょっと聞きました。つもり言われまして。いや、僕は愛してます。でも愛されてる